今回はここからフェリーに乗って小豆島を経由して、そしてまたフェリーを乗り継いで兵庫県は姫路に行きたいと思います。まずはここから小豆島の殿小港へ行き、小豆島を陸路で移動した後、福田港というところから姫路港へのフェリーが出ています。わざわざフェリーを乗り継いで小豆島も楽しんで、そして姫路へ渡るというこのちょっと変わったルートで今日は一日移動していきたいと思います。あと10分後に出発する船があるんですけど、チケット買ってないんですけど、まだ乗れるかな。なんと券売機があったので人と会わずに買いました。700円片道です。でしかも乗れそう。まさか朝6時台に小豆島行きの船に乗るとはね。ちなみに小豆島は1回行ったことがあります。ただ前行った時は殿小の地区だけだったので、今回はね福田港まで行かないといけないので、必然的に小豆島半分横断という形になります。それがね非常に楽しみ。船の壁に小豆島観光マップというのが描かれてました。今回の船到着するのはここ殿小港、一番主要な港といえます。で、僕が前回行った時はこの殿小港の周辺だけを巡っていて、世界一狭い海峡と言われる戸淵海峡、そして迷路の町とかエンジェルロードに行きました。ただここより東側には行ってないんですよ。なので今回は中山千枚田、棚田の景色とか島内にいくつかある道の駅巡りつつ、グルメも食べつつ、こういう風に反対側へ回っていって、ここに福田港があります。そしてここから姫路行きのフェリーが出ていると。いくら係員さんが誘導してくれるとはいえ、僕は絶対やりたくないですね。こんなところで運転というか、もはやパズルですもんね。ぴったり入ってしまうんですよ。普通乗用車よりもでかい車がね。これを毎日やってるわけでしょう。毎日どころか毎便か。すごいですね本当に。後ろにも続行の船が来てますが、あれはおそらく新岡山港から来たものかなと思います。そして小豆島港に着くとオリーブの匂いではなくてごま油の匂い、角谷製油の工場があったり、最初に小豆島来た時はびっくりしましたけど、全然オリーブじゃなくてごま油の匂いがね漂っている港ということで、非常に印象深かったのを覚えてます。あ、来た。ごま油の匂いが今漂ってきました。さあ小豆島着きました。朝7時30分です。移動していくわけなんですが、小豆島には大きいのでバスもあるんですけれども、時間が限られるので今回はね自転車行こうと思います。レンタサイクルです。前回来た時もそれを利用しました。これですね、ハローサイクリング、これで今回巡っていこうと思います。
こんな感じでアプリを操作して自転車を選んで、そして鍵を開けて乗っていくという感じです。15分で200円、12時間2000円となっています。予約できました。今日の相棒は君だ。カメラのマウント持ってきたのにスマホホルダーを忘れるっていうね。でこれレンタサイクルなんでヘルメットがないんでね、あんまりスピード出さずにゆっくり安全第一で行きましょう。とにかく車が来てたら譲っていきます。僕も車運転するんで自転車の大変さはよくわかります。自転車どうしても免許を持ってなくても運転できちゃうんでね、交通ルールを知らない人が多いので仕方ないんですけれども、僕は免許持ってしまってるんでね、しっかり交通ルール守っていきたいと思います。レッツゴー。じゃあしばらく車窓を早回しでお届けしましょう。これですよ、世界一狭いドブチ海峡、ギネス認定ということで、これが川ではなくて海です。向かい側とこっちでつながってるようでつながってないんですね。最強部 9.93 メートルということで10メートルもありません。でこれですね、横断証明書か、役場に行けばもらえます。でドブチ海峡の横が迷路の街と銘打たれた街並みで、結構入り組んだ細い道がいっぱいあります。今右手に見えてるのが殿庄町の町役場です。ここで証明書をもらえます。ガソリンスタンドがあるんですけど191円高っと思ったら一番上が廃屋でした。真ん中がレギュラーなんですね。だいたいレギュラーが一番上なイメージありますけど、やっぱ廃屋の方がよく使うのかな、離島は。レギュラーはちなみに179円なんで安くはないですね。離島価格って感じかな。まだ途中ですけど十分綺麗ですね。こんなに山奥の小豆島に来るのは初めてなので知らない景色です。のどかな雰囲気、奥の真ん中に白いのが見えると思うんですけど、観音像かな、立ってますね。すごい立派。急にかなり登り始めました。絶景のためにはちょっとした苦労もしないとってことですね。まだ目的地ではないんですけれども、見晴らし台があったのでちょっと立ち寄って休憩です。臨時駐車場が開放されていたのでそこに自転車を止めて着きました。中山千枚田、ここから散策ルートというかフォトスポットかな、いろいろ書いてくれていますので、これで巡っていきたいと思います。バスの本数はかなり少ないです。下から見上げるのでも素晴らしいですね。田んぼ植えてるところが多いですね。下の方は今日やるのかなっていう感じの方がいらっしゃいましたけれども、こっち側は結構植わってて青々としていますが、こっちはまだあんまり日が経ってないみたいです。日当たりとかなのかな、それともその持ってる土地の人の加減なんでしょうか。
もう少し夏に近づくともっと青い景色になるでしょう。ここは共同洗い場だそうで、普通に生活で使ってるそうです。時期だけで言えばベストシーズンではないかもしれませんが、それでも素晴らしい景色を見ることができました。山を降りてきてもう一つの港、池田港に来ました。自販機とお土産が並ぶこじんまりしたターミナルで、ここに船が着くみたいです。で、ここの船会社は国際両備フェリーというところだそうですね。ターミナルの外観はかなり派手派手しい、なんかみこしの上みたいな感じになってます。目立つから分かりやすくていいですね。これが井上聖公園が運営するカフェレストラン建物で、こちらがそのオリーブ畑、完熟オイルソフトです。イートインで510円、オリーブオイルが3種類から選べて、これは一番ベーシックなやつ、完熟オイルです。他にはレモンオイルとネーブルオイルっていうのがありました。もうすでにいい香りが漂ってます。いただきます。やっぱりね、香りがいいっすわ。なんか変にオリーブ臭くないんで、すごい上品な感じの味です。あっという間に食べてしまいました。最初からかかってるよりはかき氷のシロップとか白玉のあんみつみたいに、なんか自分で後掛けできたら楽しいなと思いましたけど、味はやっぱり抜群に美味しいですね。ごちそうさまでした。ちなみに2階はレストランになっていて、オリーブオイルを使った料理を楽しめます。そして横にはオリーブオイルを使った麺屋さん専門店も出てますね。着きました。道の駅小豆島ふるさと村です。ここはね、すももソフトが有名らしいですが、ソフトさっき食べたんでね、ちょっと今回はパスしたいと思います。小豆島は手延べそうめんも有名で、ここの道の駅ではそれも食べられるそうです。しかも道の駅のお店とその奥にそうめん屋さんもあるみたいなんですよね。ちょっと見ていきましょう。右側の白い建物が手延べそうめん館。この建物の奥で実際に作ってらっしゃって直売所です。で、食べるところもあるんですけれども、メニューはそうめんのみ。何束ですかみたいな感じですね。今回は生そうめんを食べました。もちもちとしてて結構コシがある感じで、半田麺のような食べ応えのある感じなんですけど、細さはそうめんというちょっと不思議な食べ物でしたね。ちなみにここの道の駅はクレジットカードタッチで払いましたんで、
この道の駅は新しいのとフォトジェニックなのが話題になっているので、やはり先ほどのところよりは規模も大きいですし、若い人も多い、そんな感じがします。みんな盛り上がってますけど、純粋にこの風車が綺麗です。有名な画角ってよく考えたら後ろなんですよね。さっきの道の駅の坂を降りてきて、ここはオリーブビーチです。今日は天気がいいので素晴らしい景色が広がっていると思います。ビーチはこんな感じです。そして海が白砂に青い海、島の緑と空の青。さあ、こっからが大変です。1時間ぐらい漕ぎ続けないと到着しないと思うんですよね。車で30分って書いてました。かなり遠いので、ちょっと余裕持って早めに出発しようかなと思います。福田港発の船は3時半が次で、その次は17時15分。17時15分に乗らないと今日中にお家に帰れないので、3時半にこのまま行けば間に合うので乗っちゃいたいなというところです。今1時なので、今1時43分、あと13キロ。瀬戸内海国立公園南風台。いやー疲れた。まだまだたどり着かないんですが、なぜかここだけ南国っぽい植生が気持ちいいくらいの大海原です。さあ現在2時、出港まであと1時間半で、ここから港までの距離がだいたい 7.8 キロ、8キロで車で11分と出ています。もうあと一踏ん張り頑張りましょう。あと4キロ。今は2時16分。小豆島の裏側こんなんなってた。石切り場、山がもうない。2時25分。ついに福田の街が見えました。福田港はもう少し。ちょっときつすぎるな。甘く見すぎましたわ。もう電動アシストのバッテリーも半分ぐらいになって、パワーがどんどん出なくなってきてね。ついに着きました。小豆島福田港姫路港行きのフェリー乗り場。今の時間が2時34分。1時間前に着きました。もう足パンパンですわ。じゃあチケット買いましょう。チケットは大人片道1900円で、なんとクレジット使えました。タッチ決済できました。
船が来ました。今の時刻は3時20分。ヤドン逆ヤドンからの正面ヤドン。こっちの船はデッキに屋根がついてます。そんで椅子が多いね。こんな感じで、それにしてもこっち側の景色はすごく荒々しいですね。もう崖、岩肌、露出みたいな感じで結構迫力のある地形が広がってます。北海道とかの地形とも似てるんじゃないか。もう山からギリギリのところ道が這いつくばって、そんでちょっとくぼんでるところに川が流れ集落があるみたいな感じ。それの繰り返しで、次の集落に行くまでにはもう一山越えないといけないみたいなね、大変な地形です。姫路港までは100分、1時間と40分。小豆島福田港を出港しました。ちなみに定刻ぴったり15時30分に出港しました。ついに姫路港に到着します。朝6時の船で小豆島へ渡り、小豆島を土庄港からぐるっと東側の福田港まで横断して、そしてこの船で兵庫県姫路に到着します。1日がかりの長旅でしたが、非常に充実した1日でした。僕この後京都まで帰らないといけないんで、ね、まだ3時間ぐらいかかるんですけど、姫路港に着きました。ここからはバスで駅に行くことができます。ここがバス乗り場ね。次が35分です。姫路港の待合室兼港ミュージアムですか。いいね、レトロ。家島、小豆島。なんか昔こういう丸い椅子ありましたね。そんでこのカラーリングの階段とか、色のついたガラスとか。あら、4時で終わりか。早や。なんか意外と面白そうな展示がいっぱいありますけど、運賃320円で IC カード利用可能です。だいたい30分ぐらいの乗車でした。ということで僕はもう疲れたので、朝も早かったしちょっと眠いので、今日はこのまま JR で京都に直行で帰りたいと思います。皆さんも小豆島、姫路航路、そういうのもあるのかとね、関西からも気軽に行けますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということでありがとうございました。